こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は4人のお子さんのおもちゃや学用品、ママの仕事のものを1日でお片付けしたお片付けビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お伺いしたのはロフト付きの2階建ての戸建てに中1、小5、年長の双子という4人の息子さんと5人家族でお住まいのお宅です。ママがご自宅で教室を開いていらっしゃることもあり、ご家族の居住スペースはリビングとリビング横の寝室のみと限られた空間になっているこちらのお宅。お子さん4人のお宅としてはそれほど物の量は多くないものの、リビングやクローゼットにお子さんやママのものが混在してしまっています。さらにママの教室としてお使いの部屋のクローゼットは仕事とプライベートのものが混ざってしまっていることにもお悩みでした。ではまずは今回のお宅のリビング周りのビフォアからご紹介します。リビング横に引き戸でつながった2部屋の洋室があり、現在はそちらでご家族5人で寝ていらっしゃるそうですが、布団を敷くと部屋がいっぱいで収納家具はほとんど置けないため、お子さんの学用品やおもちゃはリビングに収納されています。こちらはキッチンカウンター下のスペースです。ここには主にお子さんのおもちゃや本を収納されていましたが、棚に入りきらないおもちゃが床置きになってしまい、ごちゃっとしていることにお悩みでした。こちらは3つ並べたカラーボックスです。左下にある絵本は実はママが仕事で使っているそうで、お子さんたちは読まないそうです。また漫画本も上のお兄ちゃん2人が読んでいるものだそうで、兄弟の年齢差があることもあり、漫画は別のスペースに移動させても良さそうでした。そしてこちらは右側のスペースです。ここにもよく見ると大人の書類が混在していたり、おもちゃもよく遊ぶものとほとんど遊んでいないものが混在しているようでした。そしてこちらはキッチン横の学用品収納スペースです。ここには現在は中1、小5のお兄ちゃん2人の学用品が収納されているそうですが、下の弟さん2人も来年小学校に入学となるため、弟さんたちの学用品を収納するスペースも今のうちに確保しておく必要がありそうでした。またお部屋の奥にもカラーボックスが2台ありました。こちらもママの仕事の書類などが混在していたり、リビングになくてもいいものが置かれているようでした。続いてこちらはリビング横の寝室2部屋のうち、お兄ちゃん2人が寝ているお部屋のクローゼットの事前コンサルティング前の状態です。ここにはママの普段着る服が収納されていて、お子さんたちの服は寝室に置いたチェストに収納されていました。続いてこちらはママと弟さん2人の寝室としてお使いのお部屋のクローゼットの事前コンサルティング前の状態です。ここには背の高いカラーボックスを置いて、主にママの雑貨を収納しているとのことでしたが、あまり使っていないものも多く、ここでなくても良さそうでした。そしてこちらは教室としてお使いの仕事部屋のクローゼットです。ここにはご家族のオフシーズン服やママの仕事道具、オフシーズンの布団などが収納されていて、ご家族のものが混在してごちゃっとした状態になってしまっていました。また仕事部屋の奥には階段上収納もあり、さらにリビングからはしごを登るとロフトもあるため、軽いものはそちらにも置けそうでした。またこちらのお宅の場合、基本的に家族5人で3カ所のクローゼットを使っていく必要があるため、仕事部屋はママのもの、お兄ちゃんチームの寝室はお兄ちゃん2人のもの、弟さんチームママの寝室は弟さん2人のものという形で一別のゾーニングを明確にして、ご家族共用の使用頻度が低めのものはロフトか階段上収納に収納するという方向性を事前コンサルティングですり合わせさせていただきました。その上で当日はすでにお客様の方でクローゼットの配置をある程度変更してくださっていました。こちらはお兄ちゃんチームの寝室のクローゼットですが、ここにあったママの服を移動し、代わりにお兄ちゃん2人のオフシーズン服や普段使わない学用品などをこちらに移動してくださいました。そしてこちらは弟さんチームとママの寝室のクローゼットです。こちらはまだ少しだけ大人の雑貨が残っているとのことでしたが、
主に弟さん2人のオフシーズン服や習い事の道着などをこちらに移動してくださっていました。そしてこちらは仕事部屋のクローゼットです。お子さんのものを移動し、かさばるオフシーズンの布団もロフトに移動してくださっていましたが、まだ一部薄手の寝具がこちらに残っていたり、ママのものもプライベートのものと仕事のものが混在しているご様子でした。このような状況を踏まえて、リビングはお子さんのものを優先にしてゾーニングを整理し、クローゼットも人別にしっかりゾーニングを分けることで、それぞれの持てる上限が分かる状態を目指して作業をスタートしました。まずはリビングにあるものを人別に分類していきます。今回お子さんのものは中1、小5のお兄ちゃんチームと年長双子の弟さんチームに分けて、それぞれゾーニングを分けて収納することにしました。まずはお兄ちゃんの学用品や漫画の収納スペースを作るため、部屋の奥にあるカラーボックスの中身から出していきます。もともと寝室のクローゼットにあった背の高いカラーボックスはこちらに移動させて、低い方のカラーボックスと入れ替えることにしました。そして空いた低い方のカラーボックスは学用品コーナーで使い回します。学用品コーナーにあったカラーボックスが1台壊れかけていたため、そちらと入れ替えて再度活用することにしました。そしてこのコーナーにあった学用品も全部出しして人別に分けていきます。学用品コーナーを全部出ししたら、今度はおもちゃコーナーも着手していきます。ここにあったママの仕事用の絵本はすべて仕事部屋に移動。また、お兄ちゃんたちの漫画本も部屋の奥の背が高いカラーボックスに移動させます。一通り全部出ししたら、リビングも物でいっぱいになってしまったので、大人のものは仕事部屋の方にどんどん移動させました。リビング周りにあった分だけでも集めてみたら大人のものが結構な量になりました。一通り全部出しをしたら、お子さんたちのものを順次収納していきます。部屋の奥の背が高いカラーボックスはお兄ちゃんチームのスペースにして、お兄ちゃんたちの漫画や本を収納していきました。そしてその隣のカラーボックスは主に中1の長男さんの学用品用にしました。次男さんはお兄ちゃんチームではあるものの、まだ小学生ということもあって、学用品は玄関に近い方が使い勝手がいいため、次男さんの普段使う学用品だけは弟さんゾーンに一緒に収納することにしました。三男四男さんの学用品ゾーンは今はまだ入学前で置くものがない状態のため、ひとまず工作やお絵かきグッズを収納するコーナーとして活用することにしました。塗り絵の本や自由帳なども集めてみたら意外と量があったので、カラーボックス1台分がほぼ埋まりました。そして次に残ったおもちゃを収納していきます。お子さんも大きくなり、以前よりおもちゃで遊ぶ頻度も減ってきたそうで、使用頻度で1軍から3軍に分けて、普段遊ばないものは寝室のクローゼットに移動させることにしました。比較的よく遊ぶのはぬいぐるみとのことだったので、もともとプラレールやトミカが入っていたこちらの重ねられるボックスに収納することにしました。残ったおもちゃもお手持ちのボックスにまとめつつカラーボックスに配置しました。続いて午後はクローゼットを作業していきます。午前の作業ですでにリビングにあった大人のものがかなり大量に仕事部屋に移動してきていましたが、ここにさらに仕事部屋のクローゼット内のものも全部出ししていき、まずは仕事のものとプライベートのものを分けていただく作業から始めました。お客様に小物を分けていただいている間、私の方は衣装ケースの上にあった洋服や寝具をリビングに移動し、こちらを分類していきました。分けてみたところ、ママの服や小物、バッグ、ご家族共用の寝具、そしてお子さんの服という形で分けられたので、オフシーズンの寝具はロフト、お子さんの服は子供部屋のクローゼットに移動して、ママの洋服やバッグは仕事部屋のクローゼットに戻しました。ママのバッグも集めてみたら意外と量がありましたが、普段使うバッグは3、4個だそう。そのため3軍のバッグは大きいバッグにまとめて奥に配置して、その手前に普段使うバッグを置くことにしました。続いてママの仕事道具をクローゼットに収納していきます。絵本や楽譜は選別したら処分するものも多かったようで、残すものは本棚の下段2段分に収まるようになりました。仕事道具では小物類や楽器なども意外と量が多くありました。ただそれほど頻繁には使わないものも多かったため、こちらはお手持ちのカゴやボックスにまとめて
クローゼットの枕棚に収納しました。仕事道具が収納できたら、今度はプライベートの小物も収納していきます。普段使うものはそれほど多くないようでしたので、小物は本棚の上2段分に収納。その下の2段には本や書類を収納しました。そしてご家族共用のかさばる家電などは階段上収納に配置。その他思い出品なども意外と量が多かったため、それもこちらに一緒に収納しました。大人のものが収納できたら、最後はお子さんの使用頻度が低めのものを収納します。お兄ちゃんチームは学校関係の思い出品や使わなくなった学用品などが意外とあったため、そちらをお兄ちゃんチームの寝室のクローゼットに収納しました。そして弟さんチームの寝室のクローゼットには、リビングでなくていい使用頻度低めのおもちゃを収納。まだ遊ぶかもしれないとのことで、こちらは取り出しやすい下のスペースに配置しました。では、今回のビフォーアフターの様子をご覧ください。まずは、リビングのキッチンカウンター下のビフォーアフターです。リビングに置くおもちゃが厳選されたため、カラーボックスを2台に減らしても十分収まる量になりました。カラーボックスにあった大人の仕事用絵本とお兄ちゃんの漫画も移動。空いたスペースにおもちゃも余裕を持って収納できました。溢れたおもちゃが床置きになっていた右側のスペースもかなりスッキリ。お掃除もしやすい状態に改ざんできました。続いては学用品コーナーです。一番玄関に近い右側のカラーボックスに小5の次男さんの学用品を集約。左側のカラーボックス2つは来年弟さん2人が入学したら学用品が収納できるようにしつつ、今はお絵描き、工作グッズや習い事用のバッグを収納するスペースとして活用しました。そしてこちらは一番奥側のカラーボックスです。こちらは主にお兄ちゃんチームのコーナーとして役割を決め、左側の棚にはお兄ちゃんたちの本やたまに使う学用品ストックと大きめのリュック。右側の棚には中1の長男さんの学用品や習い事バッグを収納しました。続いては仕事部屋のクローゼットのビフォーアフターです。こちらはママの個人のものを収納するスペースとして役割を整理し、お仕事で使うものも管理しやすく出し入れもしやすいように見直しました。こちらは右側のカラーボックスです。下2段は仕事用品、上4段はプライベートのものとスペースごとに役割を明確にし、仕事とプライベートがごちゃ混ぜにならないように配置を見直しました。衣装ケースの上にあった寝具や洋服も移動して、代わりにお仕事でよく使う小物やかさばる道具類を配置。衣装ケースとカラーボックスの間のスペースにはママのバッグを収納しました。役割が曖昧で持て余していたクローゼットの枕棚は使用頻度2軍、3軍の仕事の小物を収納するスペースとして役割を整理。仕事の小物も増えがちのようでしたが、スペースを決めることで上限がわかりやすくなりました。階段上収納はご家族共用の使用頻度低めのものや思い出品の収納スペースとして活用しました。手前側には比較的使う日用品や紙袋なども配置して使う時も出しやすいように収納しています。そしてこちらはお兄ちゃんチームの寝室のクローゼットです。枕棚にはお兄ちゃん2人の思い出品や使わなくなった学用品、衣装ケースの横や上には時々使う習字道具などの学用品を収納しています。そしてこちらは弟さんチームの寝室のクローゼットです。衣装ケースの横には使用頻度2軍のおもちゃ、上には習い事で使う道具、そして枕棚には3軍のおもちゃとお下がりの子供服を収納。各クローゼットがしっかり一別で分けられたことで、ご家族ごとに持てるものの上限も分かりやすくなりました。
では、今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。今回のポイントは、人別のゾーニングを明確にするということです。今回のお宅は限られたスペースをお子さん4人とママでシェアする必要がある間取りでした。そのため、子供部屋のクローゼットは1箇所をお兄ちゃんチーム、もう1箇所を弟さんチーム用と明確に分けて、ママのものはすべて仕事部屋のクローゼットに集約しました。また、リビングも弟さんチームのおもちゃを置くコーナーと、お兄ちゃんチームの漫画や中学生の学用品を置くコーナー、そして小学生3人の学用品を置くコーナーとスペースごとに役割を分けました。ご家族の人数に対してスペースが限られるお宅の場合、人別のゾーニングを考えて物を配置することが散らかりにくくするためには大事なポイントです。では、最後にお客様からいただいたご感想を紹介します。クローゼットや棚など収納場所にいろいろなものがぐちゃぐちゃに入っている状態で、一人では一体どうやって片付けたらいいのかと手をつけられず、とても困っていました。一日でどこまで片付けられるか心配でしたが、片付けの手順など驚くスピードで引っ張っていってくださり、魔法のようにどんどん片付いていき感動しました。今までも自分で片付けられるように試行錯誤していたのですが、なかなかうまくいかず、もっと早くお願いすればよかったと思っています。部屋がすっきりして子供たちもとても喜んでいて、物の場所がしっかり決まったことで、子供たちも以前より片付けるようになりました。快適に過ごせるようになり、本当に嬉しいです。ありがとうございました。お子さんたちも以前より片付けてくれるようになったとのこと、私もとても嬉しいです。いかがでしたか？お子さんが4人もいらっしゃると大変ですが、ゾーニングをしっかり決めることで持てるものの上限がわかりやすくなりましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。